本日は辻根ホテル京都に備えております染め物をご紹介いたします。こちらの染め物は太陽の光を浴びて変化がございます。その秘密は天皇陛下がお召しになる黄櫨染にあります。当ホテルのテーマは竹と月です。太陽の光で輝く月のように、この染め物をお客様から一番近い場所に備えていることで、いつでもお客様も光を浴びていただきたいという思いを込めております。それでは幻の染め物を作っていただいた先生に会いに行きましょう。ではただいまから釉彩亭訪問します。失礼します。本日は嵐山釉彩亭の庭をご紹介いたします。どうぞご覧ください。うわ今日の天気は最高です。ちょうど今頃は山桜も咲いています。こちら桂川の風景は1000年前、だいたい源氏物語の世界の頃には、こちらは天皇陛下や貴族のみが楽しんでいただいた景色でございました。その時にこのような天気のいい日にゆっくりと船に乗ったりして詩も書いていました。それではゆうさい先生をお会いしに行きましょう。本日は嵐山釉彩亭に行って奥田祐斎先生をご紹介いたします。では先生、有名黄櫨染の由来を教えていただけますでしょうか。はい。字はですね、こういう黄色の派手の染めって書いて黄櫨染っていうで、1200年前ですね、嵯峨天皇から始まったと言われています。ただどういう特徴の染めなのかっていうのは日本でいうと天皇、世界でいうと王様ですよね、はい、だけのもんなので、秘密に長くされてきてまして、はい、特徴がよくわからなかったんですよね。はい、それはどんな時に使いました？晴れの日、日本で晴れの日っていうんですけど、一番大事な王様が即位されるとか、から大事な儀式のみに結婚式に使うとか、はい、っていう大事な儀式だけに使われる式服ですよね。はい、だから洋服でいくとモーニングとか、はい、日本でいくと黒留め袖とか、はい、羽織袴とか、はい、っていうものですね。はいはい、ではまた黄櫨染の不思議なところを説明していただけますか？はい、ちょっとほぼ40年前ですねにこの黄櫨染の調査が許されまして、はい、調査といっても今までの歴史的な資料を調べると100年に1回ぐらいしか調査できないんですよね。それを特別に調査が許されて、京都の渦政に広隆寺っていうお寺があって、はい、そこに歴代の黄櫨染が残されている、はい、でそれのこちらにこれは調査したような写真なんですけど、こちらが約150年前の明治時代の装束です、はい、でこちらが100年ほど前の大正天皇のものです。はい、この写真に写っているのは先生ですか？はい、これが、はい、僕ですね。はい、でこの、タオルで顔を隠しているのが、息が、はい、こうかからないようにっていう今のマスクでコロナじゃなくて、ね、息がかからないようにと配慮ですね。はい、でこの調査の結果ですね、すごいことが分かってきまして、結論から言うと世界に類例のない
オンリーワンの特徴を2つ持つっていうことが分かるんですね。でそれを今からちょっと見てもらいます。はい、お願いいたします。では先生、これは本物のコロゼンですか？いやこれが調査の結果、はい、本物に近い状態で、はい、再現僕が再現したなるほど。でその特徴をちょっとね今から一つ目の特徴を見てもらいます。はい、お願いいたします。ちょっとで今は渋い茶色なんですけど、はい、これが普通室内の時のお色目で、はい、これに太陽の光が当たるとかシャンデリアの光が当たると、こうなります。はい、赤みを帯びた、はい、赤茶色にはい、変化します。だいぶ変わります。はい、でこれが一つ目のはい、宝石のように色が光温度によってさまざまに色変化するっていうのが特徴です。はい、で2つ目の大きな特徴がこの反物の中に赤い日本の太陽の色である真っ赤な色が宿してます。中から、はい、はい、それを見てもらいます。わー、もう本当に日の丸みたい、はい、真っ赤になりますね。こういう特徴を2つ持ちます。すごい。これは緑ですけど、これも黄梠線ですか？はい、これはですね先ほどの、1200年前の染めを、はい、再現したものから現代風にアレンジした新しいの名称が夢コール染めって言いますけど、なるほど。現代版の新しいコール染めになります。はい。でまたこの特徴を見てもらいますね。はい、お願いします。で今現代が緑色なんですけども、ここに太陽光線とか光温度の違うもの、ろうそくとかシャンデリアとかの光が入るとこうなる。こう金茶色からごめんなさい緑から、はい茶系に変化する。ちょっと本当に反対色ですね。でこれも同じく先ほどのように光を裏から当ててる。わー、これはもっと不思議な感じがしますね。はい、もうこれも同じように、はい、赤い光が出るんですけど、これはちょうど宝石のアレクサンドライトっていう宝石がすごい高い宝石ありますけど、同じでグリーンから赤に変わるっていう特徴なんですけど、同じ特徴を持ちます。はい、もうなかなか緑でしたら青と黄色のイメージなので赤が出るのが不思議です。はい、まさにそうですよね。本来ならばありえないことなんですけども、今見てもらったようにこの染めの特徴は宝石のような色変化と同時に逆光線で真っ赤な色に変化するっていう、その真っ赤な色っていうのをこの、日本人にとってはこの真っ赤な色をこう身につけるっていうことは体に一番こういいっていう。だから染めっていうのは希少価値も高いと同時に、体にも健康にも一番いい染めが一番いい染め、そしてこれは世界中同じことなんだけど、染め色がきれいでしかも体にもいいというのがいい染めって言われてるんですけど、こういう染めっていうのは結論的に世界でルールがないんですよね。日本のオンリーワンであって、それが10年ほど前にローブル美術館でも発表するっていうことにつながっていくんですけど、
まあ、日本人が誇れるはい、世界で一番の染めがこの夢コール染めになります。ありがとうございました。わあ、この着物は先生が染めましたでしょうか？はい。はい。梅の模様は一応この色には見えますけど、どういう変化がありますでしょうか？はい。じゃあ早速見てもらったではお願いします。はい、ちょっと光当てて。はい。わあ。だいぶ明るくなりますね。はい。それほんまにこう花が咲いてくる。はい。ね。で、まあ今はこう部分的にこう変化しましたけど、はい。まあ全体が変化してくる感じをちょっはい、お願いしまとですす。か。わあ。これが1200年前の染めのマジックですね。なかなか一日に、で同時にこの染めも逆光線で真っ赤になります。ああ、そうですか。すごい。街歩いてる時には後ろから光線が入ってきたらこういう変化そうですね。になりますね。はいはいはい、なります。すごい。場所も天気が変わっていくと一日に何枚も着物を着れるような感覚がしますね。そうですね。はい。次はブリちゃんが染め物にチャレンジします。ハケはこう持ってる。できるだけこうまっすぐこう。では行きます。はい、どうぞ。力抜く。スーッと背中をスーッとさせる。止めるんじゃなしに。ああ。スッ。はい。次紫。これは、この辺から。あとそうこれはい。うんうん。まあ乾燥ですね。はい、乾燥させる。まあ、本来乾燥だけじゃないんだけど、その、喉をやってるとこう焼き物みたいに乾かすことによってこう染料っていうのは
乾いてる方向に水もそうなんでどんどんこう移っていくっていう性格があって、そういったものを生かしていくっていうやり方につながっていくんですけど、一般的には乾燥しか使わないんですけど、全ての道具っていうのは使い勝手によっていろんなこう味を出せる。で先ほどから室さんにやってるけども、この辺の紫とブルーのこの混じり具合、これが京都の水の良さで、そのブルーと紫の色がくっつき合うことによってこう柔らかいにじみの色が出てるんですね。この辺はその型止めとか現代の、コピー染色みたいなものとの機械と手の違いですね。はい。この大きさでも。はい。つけないの。はい。邪魔しない。ほらもう。ほら弟。弟。いる。はい。弟。はい。めっちゃうまい。すごい。天才的。ザ・ジュネーホテル京都にお泊まりのお客様にはこのように染め物体験をご案内しております。祐斎亭の庭で癒され、世界で一つだけの染め物を祐斎先生とご一緒に作ってみませんか？皆様いかがでしたか？ホテルの至るところに太陽の染め物があなたをお待ちしております。